どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのジェネシス戦争についての解説をやっていこうかなと思います。先日のアップデートで、実装された、新しい、クロスサーバーの戦闘コンテンツの、ジェネシス戦争なんですけど、これまでのアイランドや諸島と全くと言っていいほど、異なるイベントで、面白いコンテンツである反面、様々な、注意点があります。で下手すると、初見殺しで、もう戦力が2億以上ある人でも、兵士全滅しちゃう可能性が全然あるので、そのようなことにならないためにも、ぜひ最後までご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、このジェネシス戦争、諸島やアイランドと大きく異なる点として、事実上のトーナメント形式みたいになっていて、毎日結果が生産されていきます。そして、現在の仕様では、金曜日から日曜日の3日間、戦いが行われます。初回の開催は5日間だったんですけども、この動画を撮影してる、2回目の今回は、3日間開催に、なってますね。で、その影響によって、ウォーゾーン、すなわち、このマップ全体の、参戦同盟数というのも減っています。これ5日間の時は、このウォーゾーン全体の参加同盟数は128同盟だったんですけど、32同盟まで減りましたね。で、最初は評価値が、近い同盟同士でマッチング。ただ、最上位帯については、理不尽すぎるマッチングが、起こりまくってるんで、本当にどうにかしてほしいんですけど、2日目以降では、前日までの勝利数が、同じ同盟同士が、マッチングするので、どんどん実力が近い同士で、マッチングする形になるのかなと思います。また、この勝利数に応じて、どんどん中央に、進出していくのを、リングといって、この同じ勝利数、すなわち、同じリングにいる同盟同士で、翌日以降はマッチングしていきます。そして、同じリングの同盟のうち、4つの同盟ずつが1つのマップになって、戦っていくことになります。そしてそのマップで、ポイントを多く獲得した2同盟が勝利になって、次のリングに進出。負けてしまった2同盟は、翌日も同じリングでマッチングして戦闘を行う。そして最終的に何勝できたかで報酬が決定されます。じゃあ、その勝敗に紐づいてくるポイント。どのように、入手するのかと言いますと、ポイントは、こちらの防衛ステーションと中央にあるサイエンスハブ。こちらを初回占領したり、継続占領することによって、ポイントが獲得できるんですけども、このサイエンスハブと防衛ステーション、常に開放されているわけではなくて、開放される時間が決まってます。それがいつかというと、日本時間で22時から23時。そして、朝の6時から7時です。
また、こちらのサイエンスハブと、防衛ステーションに、攻撃を行ったり、占領するためには、こちらの、見張り台ですね。このアウター見張り台っていうのを、攻撃して、占領して、どんどん、領地を伸ばしていって、最終的には、ここですね。この四つ角にある、アウター見張り台だったりを、占領することで、隣接することが、できるようになりますので、22時までには、戦う場合については、ここまで必ず、たどり着くようにしていただくのが、良いのかなと思います。で、そして、見張り台には、もう一つ種類がありまして、それがこちらのコア見張り台ですね。で、この見張り台を取らなくても、防衛ステーションやサイエンスハブを占領することはできるんですけど、これを足場に、どんどん相手の見張り台を攻撃していって、相手を両違いにして、場合によっては、相手のシェルターを攻撃したりなどの、戦術が取れますね。見張り台の体力が低いので、もう気づいたら、もう燃やされてしまってる、燃やされてしまって、もう両違いになってしまっているっていうのは、もうザラに起こりうることなので、お気をつけいただくのが、良いのかなと思います。そして最終的に、22時から23時の1回目の解放時間。そして、朝の6時から7時の2回目の解放時間で獲得した合計ポイントによってランキングと勝敗が決まるわけなんですけど、これって1位の報酬も2位の報酬も変わらないんですよ。なので、勝ちを狙う場合であっても、無理に1位を狙っていく必要はないのかなと思います。で、あと、これ、未だに私、納得いってないんですけど、仮に、0ポイントの同盟が複数あったとき、この時って、皆さん、どうなると思いますか？これおそらく、同率のポイントで、あった場合でも、同様の処理だと、思うんですけど、評価値が高い順で、ランキングが決定されます。じゃあ、例えば、3つの同盟が0ポイントで、1つの同盟が評価値100億。で、2つ目の同盟が評価値90億。で、3つ目の同盟が評価値80億ならば、その評価値100億の同盟が2位になって勝ち抜けになるんですよ。これ、皆さんどう思います？次のマッチングを考えると、勝者を決めなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、0ポイントでも勝ち抜けできて、なんかそれがもう、もう G1 とか、まあ、G2 とか、あとはもうこの Warzone 2の方の最上位帯ですね。なんかもうこっちだと、それが当たり前になっちゃうんで、なんかここはちょっと、どうにかならないものなのかなと思ってます。で、あと、この、防衛ステーションと、サイエンスハブ、ここを占領する戦いの、特殊ルールというものが毎日、変更されていきます。今こちらの、マップ情報で、確認できるんですけど、こちらのハブバトル、ツインレゾナンス、タクティカルストライク。3つのルールが、あるんですけど、
まあ、ハブバトルは、まあ一番ノーマルなやつですね。一応スペシャルルールで、ガーディアンパクトという、ルールがあって、防衛ステーションとサイエンスハブが、同じ同盟だったり、同じ同盟だと、サイエンスハブに追加シールドを、獲得する効果を得られるので、このルールだったら、しっかり、防衛ステーションを落としてからサイエンスハブを狙っていくみたいな。あともう一つですね、この防衛ステーションと、サイエンスハブが、異なる同盟に、所属している場合、防衛ステーションは、サイエンスハブ、真ん中ですね。そちらに攻撃モードになってダメージを与えてくれるので、守ってる側としては、損失を減らすためにも、しっかり、防衛ステーションをも取っていくみたいなところが、大事になるのかなと思います。ただこれがまあ一番、ね、ノーマルなルールで、次のツインレゾナンスは、先ほどのハブバトルだと、真ん中にある、サイエンスハブって一つだったと思うんですけど、このツインレゾナンスだと、サイエンスハブが、二つになって、そしてこのサイエンスハブが、互いに守り合う機能を持っている。まあ、ちょっとこれ、イメージつきづらいと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、片方だけ持ってても、片方だけ持ってる状態だとダメージを食らっちゃって、ただ、どっちも占領してると、ダメージなく、ちゃんと占領することができるよっていう、形ですね。まあ、ガーディアンパクトもあるんですけど、まあ、このツインレゾナンスのメインルールとしては、まあ、占領するとこが、増えたので、まあ、実際にメインで戦うフィールドが、まあ、広めの、日になるのかなと思います。で、そして、最後のタクティカルストライクが、これめっちゃむずくて、このルールだと、各同盟が、この、タクティカルオーダーというものを、出せるようになるんですけど、まずこちら、いろんな、オーダーがあって、まあ、このダブル効率に関しては、まあ、あんまりいらないですね。うん。これ先ほどの、シールド効果を、付与したり、異なる場合は、サイエンスハブを攻撃してくれる、効果を上げてくれるやつなんですけど、まあ、そこまで重要ではないですね。で、重要なのが、ラリーアサルト、クイックカウンター、迅速な増援。この3つのスキルを適切なタイミングで使っていくことが、このタクティカルストライクでの勝利の鍵です。どれも本当に優秀なスキルで、ラリーアサルトは、これクールダウン的に、その1回のバトルで、1回のバトルというか、例えば22時から23時の間の戦いで、1回しか使えないんですけど、ダブルラリーを、打てるようになったり、で、クイックカウンターは、カウンターラリーを、するときの、ラリー時間が2分に短縮されて、で、この迅速な増援も、これ結構でかくて、あの、例えば、じゃあ、サイエンスハブがラリーされてしまってるよってなった時に、その周りを囲まれちゃってたりすると、補充できないじゃないですか。ただ、このスキル打ってれば、部隊がすぐに到着するので、相手に狙われることなく補充できたりして。まあ、なので、攻めるときは、ラリーアサルトでしっかり落としていく。で、守るときは、この迅速な増援を使って、しっかり守っていく。
で、そして場合によっては、クイックカウンターも、適切に使っていただいて、勝利をつかんでいただくのが、良いのかなと思います。で、こちらで、マップの説明は、以上になるんですけども、あとは、あれですね。この、ジェネシス戦争の、特有の、要素があって、それが、何かというと、バフハントと、帝国の武器、スーパーエポンですね。この二つの、要素があるんですけど、まずはバフハントから、見ていこうと思うんですが、こちらは、アイランドや諸島でのスカベンジャーのようなもので、バフを獲得できるものですね。ただ、アイランドや諸島と異なるのは、このドロップしたバフは、誰かが拾うと消えてしまうんですよ。また、バフの有効時間が非常に長いので、基本的に1回取れば、その日はそのバフをずっとかけている状態になります。2時間ごとに決まった場所に、出現するんですけど、出現する数っていうのが限られているので、各同盟の中で、強い人から取るなど、特に戦闘バフですね。決めていただいたりするのが良いのかなと思います。そして次に、スーパーウェポンについてなんですけども、こちらは、防衛ステーションか、サイエンスハブを占領する、もしくは、そのスーパーウェポンを持ってる人を燃やすことで、スーパーウェポンを、ドロップして、それをシェルターに持っていくと、こちらのスーパーウェポンを、獲得することができます。で、このスーパーウェポン、現状5種類あって、各スーパーウェポンには、共通のシールド付与効果と、各ウェポンにより異なるバフ効果である同盟オーラ。そして、アクティブスキルの3つの効果があります。まずは、シールド付与効果なんですけど、これは単純に8時間のシールドを、付与できるものですね。このシールドは、通常の平和の盾と違って、特殊なエフェクトが、あの、出るんですけど、強いて言うならそれくらいなので、特に深掘りは、しないでおこうと思うんですけど、大事なのは、アクティブスキルと同盟オーラですね。で、この同盟オーラは、その名の通り、同盟全体にかかるバフです。スーパーエポンの所有者だけではなくて、同盟全体に、かかっていくバフになりますので、同盟メンバーからすると非常にありがたいですね。そして、アクティブスキルなんですけど、これ、えげつないです。まず、最悪の種が、移転負荷と、ラリー容量アップと、被ダメージアップ。で、トートの脳が、部隊数上限アップ。冷酷な女神が、部隊凍結移動速度デバフ被ダメアップ。バイオ強化された脊椎は、範囲ダメージ系スキルのダメージ減衰効果の減少。そして、ドローンの大群は、範囲ダメージと、味方の軽傷兵回復。どれも非常に、強力なスキルなんですけど、これ、一番やばいのは、最悪の種なんですよね。これなんでやばいかっていうと、移転負荷があると思うんですけど、戦ってて、押されてしまって、見張り台を攻撃されて、
その見張り台が燃やされている時、その時に、この移転負荷を張られちゃうと、戦ってる。すなわち、バトルフィーバーじゃないですか。そうすると、シールドも張れずに、移転もできずに、シェルターを燃やされるだけになっちゃうので。昔の闇の封鎖と違って、一回燃えたら、もうシールドが張られるわけじゃなくて、兵士と資源がもうゼロになるまで攻撃されちゃうので。これまでは、見張り台が燃えたら、ギリギリで逃げるとかが、通用したんですけど、燃える前に移転負荷を食らってしまって、そこから燃えて逃げれなくて、兵士がゼロになってしまうことも十二分に考えられるので、本当にお気をつけいただければと思います。で、また、このスーパーエポンなんですけど、レベルの要素が、ありまして、相手の兵士を、キルしていくことで、ポイントがどんどん、バトルポイントが溜まっていって、そのバトルポイントが、溜まるとレベルがどんどん上がっていきます。で、そうすると、同盟オーラやアクティブスキルの効果が強くなるので、最悪の種とかって確か、レベル4で13分ぐらいあったはずなんですよね、移転負荷。もうそんだけ時間あったら、もうラリー打たれて、だいぶそのラリーが続いちゃってるぐらいの時間になるので。なので、本当に、もう油断だけはもうしないようにしていただくのが、良いのかなと思います。で、スーパーエポン、まだ危険要素があって、このスーパーエポンを持ってると、シールドを使えないんですよ。そして、本当に怖いのが、週末の光の影響も、すいません。週末の光の影響も受けなくなるので、常に、攻撃される状態になっちゃうんですよね。なので、あの、す、ヘリポートであっても危険になっちゃうので、スーパーエポを持つ人は、相手からシェルター攻撃されても、大丈夫な強い人にしていただくのが良いのかなと思います。もう本当に今って、トップランカーのステータスがぶっ飛んでて、私今で、だいたい、500万人ちょい、兵士がいて、負傷者が、50万人くらい、いるので、合計、回復全部させた時の合計兵士だと、570万くらいいるんですけど、それでも、パーツフル缶の上位兵装フルスキル解放クラスの人が、2人で集まってきて、その2人の、5部隊、合計10部隊で短期攻撃されたら、私の兵士はゼロになります。もう余裕で燃えます。その上、ラリーも飛んできちゃったりしたら、ひとたまりもないので、本当2億あっても油断したら、兵士がゼロになるのが、このゲームで、多分今の3億プレイヤーは、大体の人が、パーツフル缶しているので、大丈夫だと思うんですけど、なんか、1年後とかに3億になる人が、あの、3億になった。じゃあもうシールド貼らなかったり、油断しても全然大丈夫だと思って、やってたら、ちょっと1時間目を離した隙に、ラリー打たれて、もう、1000何百万人、損失しちゃうってことは、もう、めちゃめちゃ考えられるので。なんか別に今でも、複数ラリー打てば、複数ラリー打ってかつ、損耗費をそこまで意識しないで、相手を燃やすことだけ考えたら、別に3億4億をゼロにできちゃうこのが、このゲームなんで。
なので、特に今回のジェネシスっていうのは、いつものアイランドや諸島より危険なイベントなので、お気をつけいただくのが、良いのかなと思います。で、そして、スーパーエポンについては、これちょっと、修正されたのかどうかは、まだ確認してないんですけど、スーパーエポンを拾った人が、自分のシェルターではなくて、他の仲間のシェルターに入っちゃうと、その人がスーパーウェポンを、所有することになってしまって、スーパーウェポンを持った。すなわち、終末の光が無効になるんですよ。で、そうすると、ヘリポートであっても、シェルターを攻撃され、されてしまうっていうことが、前回あったらしくて、私はちょっとその時、オフラインだったので、現場を見たわけではないんですけど、見たわけではないので、これちょっと勘違いだったら、申し訳ないんですけど、ヘリポートで安心してたら、翌朝、兵士ゼロになったら、めちゃめちゃ怖くないですか？もう結構このジェネシス、まだ調整段階で、何が起こるかわからないので、もう油断だけはしないように、していただくのが、良いのかなと思います。また報酬面も、トップ256の同盟が Apex Warzone。257位から2000位の同盟が Fearless Warzone に分割されて、この Warzone によって、少し報酬の変化があって、なんか、かといって、上位隊の方が、損耗は何十倍になるので、割に合うっていうわけでは、微塵もないんですけど、少しは是正してくれてたり、なんかアイランドや諸島よりかは、初日を除いたら、同格のマッチはしやすくなったりしてるので、なんかゼニス自体は、面白い試みで、今後のアップデートで、さらに、良くなることを、願っていますというところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最近はよく、ジェネシスの戦いや、ポンペイの戦い、あとは、諸島やアイランドについても、戦うときは、生配信したいなと思ってますので、ぜひ、このゲームでしか味わえない、本当の、大規模な戦いに、興味がある方は、お越しいただけると、嬉しいなと思いますというところで、バイバーイ